こんにちは。今回は宇宙から地球を見つめるちょっと面白いデータ企業プラネットラボ PBC についてです。投資家としては一体この会社にどんな可能性があるのか、どんな課題があるのか、そのあたりを一緒にじっくり見ていきたいと思います。はい、今回はこの5つのポイントで進めていきます。まず、プラネットラボってそもそもどんな会社なのっていう基本から入って、そのすごい成長ぶり、でも実は抱えている課題、そしてじゃあこれからどうするのっていう戦略と、最後に投資家として知っておくべきリスク、この流れで掘り下げていきましょう。さて、じゃあ一体プラネットラボとは何者なのか。彼らが掲げるミッションを見てみると、宇宙を使って地球の生命を助けるとあります。いやー、壮大なビジョンですよね。で、具体的に何をしているかっていうと、たくさんの人工衛星を自分たちで設計して、作って、打ち上げてですね、そこから得られる地球のデータをオンラインのプラットフォームで提供している会社なんです。地球を撮影する衛星の数で言えば、もう世界最大級。地球で今何が起きているのか、その変化を見える化して、みんなが行動できるようにしようと、そういうことを目指しているわけです。じゃあ、どうやってお金を稼いでいるのか。ビジネスモデルは大きく2つですね。1つは、彼らが取りためた膨大な画像データへのアクセス権をサブスクリプションで販売するモデル。これがメインです。そしてもう1つは、特定のお客さんのためにオーダーメイドで衛星を開発して運用するなんていうサービスもやっています。さて、ここからはですね、この会社のいいところ、つまりポジティブな側面を見ていきましょうか。最新の決算報告を見ると、ものすごい成長のシグナルが出てるんですよ。はい、こちら。2025年度の第3四半期、プラネットの収益はなんと813万ドル。日本円にすると、かなりの額になりますよね。で、この数字がどれだけすごいかというと、このグラフを見れば一目瞭然です。前の年の同じ時期と比べてなんと 33% も増収してるんです。これは新しく契約してくれたお客さんも今までのお客さんも順調に増えている証拠ですね。しかもですね、このスライド、すごく興味深いですよ。収益の中身を見てみると、その 97% が毎年毎年継続的に入ってくるサブスクリプションの売り上げなんです。これってビジネスがめちゃくちゃ安定していて、将来の売り上げも読みやすいっていうすごく強いサインなんですよね。で、その将来の安定性をさらに詳しく見るために、ちょっと専門的なんですけど、残存履行義務 RPO っていう指標があります。これ何かというと、要するにすでにお客さんと契約済みで、将来の売り上げとして計上されることが確定している金額のことです。未来の売り上げの予約みたいなもんですね。じゃあ、プラネットの RPO はいくらあるのか。2025年10月の時点で、なんと6億7250万ドル以上。これだけの受注残高があるっていうのは、将来の収益の柱がもうすでにしっかり立っているということの証明になります。これは強いですよね。と、ここまで聞くと、いいことずくめに見えますよね。でも、この力強い売上成長っていうのは、実は物語の半分でしかないんです。ここからはもう一つの側面、つまり儲かっているのか、という収益性の問題を見ていかなければなりません。はい、このスライドが、プラネットが抱える中心的なジレンマをズバッと表しています。売上トップラインは急成長している。でも、利益、ボトムラインはまだ出ていない。これが現実なんです。先ほど、813万ドルの収益を上げたと言いましたよね。その同じ四半期に、純損失、つまり最終的な赤字が5920万ドルもあったんです。しかもこの赤字額、実は前の年よりも拡大してしまっているんですね。これ、別に私たちが言ってるだけじゃなくて、会社自身もちゃんと分かっているんです。これは彼らが当局に提出した書類のリスク要因の項目からの引用ですが、我々の過去の損失の歴史と将来の収益性に関する不確実性とはっきり書いてあります。じゃあどうするのか。この売上と履歴の間の大きな溝をプラネットはどうやって埋めようとしているんでしょうか。もちろん彼らにも考えがあります。その成長戦略を見ていきましょう。彼らの計画は多角ですね。まず、防衛や農業といったすでにお客さんがいる市場でもっともっとシェアを拡大していく。
それと同時に金融や保険といった全く新しい分野にもどんどん進出していく。そしてその両方を力強く支えるために新しいデータプロダクトに投資していくと、こういう戦略です。で、その戦略の中でも特に鍵となるのが AI、人工知能への投資です。彼らが持っている膨大な衛星データの山から AI を使って価値ある情報を自動で引き出す。そうすることでデータの専門家じゃなくても誰でも簡単に彼らのデータを使えるようにしようと考えているわけです。さて、最後にここまでの話をまとめて、投資家として考慮すべき主要なリスク、そしてこの会社を評価する上での革新的な問いとは何かという点に触れて終わりたいと思います。投資家が注意すべきリスクはいくつかありますが、特に大きいのはこのあたりでしょう。まず、ずっと赤字が続いていること。そして、競争がめちゃくちゃ激しいこと。それから、衛星を打ち上げるのってものすごくお金がかかるし、失敗するリスクも常にある。まあ、宇宙ビジネスならではの課題ですよね。あと、これちょっと面白いポイントなんですけど、プラネットは公益法人、パブリックベネフィットコーポレーションっていう形態をとってるんです。これどういうことかというと、株主の利益だけじゃなくて、社会的なミッションとのバランスを取ることが法律で義務付けられているんですね。つまり、必ずしも儲けが第一っていう判断がされるとは限らないという点は知っておく必要があります。というわけで、結局のところ問題はここに行き着くんですよね。成長はロケットのように急上昇している。でも赤字も深い。プラネットが持つこのハイテクなビジョンと宇宙から地球を見るという貴重な価値をちゃんと投資家が納得するような持続可能な利益に変えることができるのか。これこそがこの会社の未来を占う一番の問いかけになるわけです。